はい、さそり座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月23日までのこの期間に絞ってタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。前回前々回とですね、かなりしつこく星の話もたくさんしたので、ちょっとショートカットで今回行かせていただきます。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ストレングス、ワンドの7逆、ジャッジメント逆、ワンド8、ペンタクルズのページ逆、太陽逆、ワンド10、気をつけることや対策がソードの4逆とラバーズとオラクルはカップエースの逆ですね。なるほどね。前回の7月8月9月の動画も、結構陰陽がはっきりしているというか、そんな感じでしたし、ワンドの8も出てたように思うんですけど、やはり今回見てもすごく強いエネルギーがありますね。強い。そしてちょっとだけ星の補足しますが、やっぱりこの7月23日以降8月に向けてですね、非常に強くなるんです、運勢が。なのでその前っていうのは7月は穏やかに応援されてる時っていう感じがあるんですよね。ただ穏やかにと言ってもさそり座さんにとってはめちゃくちゃ明るく見えないところで押されるとかじゃなくて、明るく目の前が展開してますみたいな、そんな感じなんです。だからすごく期待があったりとか、見通しが明るくなったりとか、やっぱりあんなこともしてみたいしこうしてみたいしみたいな、意識も精神的なものも上がる可能性がぐーんと広がるみたいな、そんなタイミングなんですね。なのでこれまでの自分のテリトリーから出ていくみたいなそんな感じがすごく出ています。で、はい、これは気持ち的に精神的に気持ちいい時期ですよね。なんとなくでちょっと読んでいきますが、やはり入り口がストレングスなので、今本当に不可能を可能にする応援の力が届いているっていう感じがあると思うんです。でそれをもう感じていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。ずっとくすぶっていた思いを解消するような流れがあったり、ずっと無理だと思っていたの、水面下にあった重たいものがようやく浮上してきて外に出していいよみたいな、そういうイメージなんですよね。だからこのずっと隠していたこのことは解消できるのいつかとか、もしかしてこれ私外れたらめちゃくちゃいいかもしれないみたいな、そういった期待とか希望とかも含め方向性が明るいなって感じがします。そしてそれができるってことは何でもできるってことじゃないみたいな感じもありますね。でこれまでは少し自分の立場が悪いというか、すんなりと入っていけない何かっていうのがあって、それは仕事なのかコミュニティなのか分かりませんよ。自分のやりたいことにすんなり入っていけない、ちょっと引っかかりがある。だからちょっとその引っかかりが取れるまでちょっと引いときましょうみたいな形で、違う形で自分を癒したり何かしていくっていうのがまるでその場にそぐわないからダメなんだみたいな、そういったマイナスな受け止め方を自分がしてしまってたかもしれないなっていう感じで、やっぱりその人がその人らしくいる環境って段取りがあると思うんですよね。いきなりドーンって飛び越えて一番いいところに行くっていうよりも、やっぱりいろんなことを経験するから分かって、また成長してだんだんと良くなっていくみたいな感じがあるので、これまでたまたまご自身が願っていたことが違ってたとか、うまくいかなかったからといってそれが全然ダメなわけでもないし、それによって自分が肥やされた感覚があればそれでいいよって感じがしました。そして今ここでワンドの8っていうのが出てるので、これまさにもう本当にこんな感じなんですよ。可能性が飛んでいく、本当に何かが物事がスピードアップするとか飛躍するとか、そういう感じがあります。で星で見てもまさにそういう時なんですね。唯一ちょっと気をつけるとすれば、6月30日から7月24日までというのは水星が逆行していて、この水星というのはコミュニケーションとかビジネスとか、例えば出版とかもそうですし、 SNS とか Facebook とかここで YouTube とかも、そういったものが
すごくこう開かれる時ではあるんですけど、逆行してるっていうのはなんか後退してるように見えたりとか、ちょっと勘違いが起きやすいっていう時でもあるんですね。なので誤解が生まれやすい。なのでビジネスだったらきちんと交渉ごとは契約を見直しましょうだし、なんかスケジュールも変更になっても対処できるようにちょっと余裕を持たせておきましょうなんですけど、自分の頭とか思考の中で繰り広げることって何回も行ったり来たりしますよね。そしたらものすごく今こう開かれて外に行こうとしてる時にいや待てよ、それやってどうなるんだみたいな、こう自分で自分をブレーキかける声、頭の中のジャッジが聞こえてきたりとか、そういうのもあるかもしれませんね。でも本当に今開かれようとしてるって感じなので、それを止めないでって感じはすごくします。そしてここから、自分の強みを知っていくって感じがありますね。やっぱりペンタクルスのページがあるので、可能性なんです。これは自分の強みっていうのは消えないし、これまでだってあったものなんですけど、ちょっとそれがいろんなものに覆いかぶされて見えなかっただけで、それが見えてくるよっていうのもあれば、であとここでいきなりバーンって太陽が出てるので、とにかく明るいです。可能性に満ちている、それがまだ私から見ると逆位置なので、さそり座さんが思い描いているような状況ではないかもしれない。でもすごくラッキーだったり、すごく恵まれてるみたいな状況なんだと思います。でその後にそこに応えようとする、そこになんか絶対乗っていく、このチャンスを逃すまいとすればするほど、自分が頑張りすぎて抱え込みすぎてしんどくならないように注意してくださいねっていうメッセージでもあります。なんか分かりますよ、すごく分かる。いい時だからここはもう何とかして頑張って無理してでも乗っていかないとってなるかもしれないんですけど、メッセージが言われているのは、何かをめちゃくちゃ負荷をかけて、自分に負荷をかけて嫌なものも背負っていくわけじゃないと。今は自分の喜びとか、なんか新しい可能性っていうものが開かれている、その感覚が開かれてるんですよっていうことなので、できるかもとか、これやってみてもいいのかもとか、そういった意識が自由になる、ダメだと思ってたものが自由になるっていうことが一番鍵なんだそうです。なのでそれをやるためにまたいっぱい色の負荷かけてではないよってことなんですね。でもう一つやっぱりここでソードの4というカードが出ていて、すごくこれだけね明るくていい時期っていうのは、本当にしっかり寝ないと昼間動けないって感じだと思います。昼間が明るいってなったら夜はしっかり寝ないと疲れ取れないですし、しっかり寝れて休むからこそ昼間は起きれるっていうか、朝になったら目覚めて動きたくなるみたいな感じなので、本当にオンとオフをしっかりとしてください。で万が一ですけど、ちょっと体調があんまりよろしくないなと思う方は、少しずつそういったストレスっていうのが溜まってきやすいので、少しずつ解消していくようにしてくださいね。溜めてドーンと解消っていうよりも、ちょっとずつ手放していくみたいな感じ、そうすることによってやっぱ本当に嬉しい喜びがまだまだあるよっていう感じがあって、でこれ前回の7月8月9月の時もそうでしたけど、まだ見えないんだけど何か始まってるよねみたいな感じで、これがまだ私から見ると逆位なので、本当の喜びを感じる手前っていう感じかもしれません。これは7月だからね。でも7月ってさ、ものすごくなんとなくなんですけど、全体的に応援されてて、優しい時なんですよね。ちょっと自分の中では行ったり来たりするかもしれないけれども、すごくサポートされている時だと思っておいてください。ちょっとこれを踏まえてお仕事見てみますね。ペンタクルスエース、ペンタクルスのナイトペンタクルスのキングということで、すごくいいお仕事、ここから育ちますよって感じで言われてますし、なんか自分が大事にしたいものをちゃんと形にしていけるし、収益にもなるし、これは経験も積めるしみたいな、もう目に見えた価値っていうものがどんどん増えていく感じですね。ペンタクルスのナイトからキングに成長するっていうのもあるので、本当に育っていく可能性が非常に高いです。お仕事に関して技術を磨いていくもそうだし、やっと何かリリースしたものっていうのが少しずつ伸びていくっていうこともそうかもしれないし、肥やされてますね。どんどん肥やされていってる自分の感性も経験もとてもいいです。専門性が伸びる時でもあるので、今この星で見てもそれがまさに仕事に出てますね。とてもいいです。でちょっと人間関係見てみようかな。
人間関係、女教皇、ソードの9、カップの8ということで、ちょっと関係性というところで見ると、7月の10日から金星が乙女座に入ることによって、さそり座さんはコミュニティとか団体とかいろんな人とのつながりですね、それが非常に実はいい時なんですよ。いい時なんですけど、でもみんなと仲良くするのはもちろん楽しいけれども、本当は誰かと向き合いたいんだとか、本当は誰かとつながりたいんだっていう思いがあって、それも実は非常に恵まれている時なんです今、この7月の前半っていうのはね。なんですけど、やっぱりただただ傷を舐めてもらうみたいなことではなく、やっぱちょっと一回ちょっと自分の苦手なこととか、自分はこういうの嫌いなんだっていうのを見た上で解消していくっていう感じがあるので、もしかしたらその関係性において本当は怖いことに向き合っていくのかもしれませんね。気持ちを確かめるのが怖いみたいな、でも向き合っていったら本当のことが分かるみたいな、そんな感じでしょうか。でとても頭は聡明で、相手との関係性っていうのもいいところも悪いところも分かった上で向き合っていきたいんだっていう人がいるのかなって感じがしましたね。だからなんかもうこのまま付き合っていくのか別れるのかとか、この関係性をどうするのかっていうのをすごく迷う時もあるのかもしれませんね。なぜならばやっぱり本当に自分が進むべき道とか、あるべき自分に近づいていくサポートがある時だから、そこにそぐわない人っていうのは一時的に離れるっていうこともあるかもしれません。でもそれは必要で起こることだし、むしろ今の全体を見て思うのは、自分が誰かとの関係において恐怖を感じているなら、もし嫌われたらどうしようとか、もしなんか離れられたらどうしようとかって思ってるとしたら、そこに向き合うことによって癒されるっていうタイミングなんですね。本当に大事なものが分かるっていうタイミングなので、ちょっとこれはとても重要な感じがしますね。ちょっとこれ見てください。引きこもりってカードが出てるので、もう引きこもりたくなるのかもしれませんけど、要するに怖がらずにそこは見ていってほしいなって感じがします。なぜならば今非常に自分の可能性が開かれていて、いくらでもそこからサポートが来るからです。自分がもういや怖い見たくない、はっきりさせたくないと思ってても、今自分の可能性が開かれようとする時に自分の中にあるその恐怖を見ずに進んでいくっていうよりは、もうって見ちゃうことによって、そうだったんだとか、なんだそうだったんだみたいな、そういった安心のもとに進んでいけるって感じがあるので、見ていくんだなって感じがしました。はい、ちょっとこれを踏まえた上でオラクルカードを見てみますね。もしここまでのメッセージで何か役に立ったよとか分かりましたっていう方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。では最後に見てみますね。オラクルカード7月23日までさそり座さんのメッセージはこれな感じがする。はい、いかがでしょう。プロスペリティ、豊かなカードが出てきました。何かご自身でもね、このカードを見て感じることをメッセージとして受け取ってみてください。なんか豊かなものに続いていく道が見えるって感じがしますよね、これね。はい、ということでここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。